違う、俺が引きたい線はこの線じゃない。はい、どうもいつもです。今回はですね、クリスタで、遠近法の、やり方を、皆さんに紹介したいと思います。クリスタの遠近法を使うには、2つのやり方があると思うんですけど、メニュー画面のレイヤーを選んで、それで、定規とコマ枠、そこからパース定規の作成というのを使って、1点通しか2点通しか3点通しどちらかを選んで、遠近法を使うやつと、もう一つはこの定規のアイコンがありますよね。そちらをクリックしてパース定規でありますよね。そこから、遠近法を描くという方法があります。で、今回紹介するやり方はどちらでも、できるやり方です。でなんですけれども、この画面ですね、この画面までは皆さん大体たどり着くとは思うんですけど、今回はこの動かし方を皆さんに紹介したいと思います。まずはですね、ペンとか消しゴムツールのアイコンがありますよね。それのこの操作というこの四角形にカーソルがついているようなアイコンがありますよね。これをクリックして、それで、オブジェクトというものをクリックします。はい、でそれでカーソルをですね、この遠近法の線がありますよね、それに合わせてクリックします。するとこういったなんかね、ちょっと小さな、自分みたいな中年にはちょっと、見にくいんですけれども、この小さなマークがいろいろ出てきてますよね。この小さないろいろあるマークをクリックしたり、またドラッグして動かしたりしていきます。線をですね、はい、例えばこんな感じで動きます。はい、2点通しなんで消失点が2つありますよね。でこの消失点のところの方をクリックして、ドラッグですね、こうやるとこんな風に動かすことができます。はい、でこちらもクリックしてドラッグですね。はい、こうやって自分が描きたい線に調整します。で上下もですね、ちょうど真ん中の丸ですね、こちらをこうやって動かして調整することができます。はい、こうやって、ガイドラインといいますか、この線ですね、遠近法の線を動かすことができます。で、両側のこのマークもですね、これも動かすと、消失点が、動いたりします。はい、今回一番役に立つんじゃないかなと思うのが、この下の方にあるこの丸いマークですね。こちらをですねクリックしますよね。ポインターをちょこんとタッチします。するとちょっと小さすぎて見えにくいんですけれども、斜め線、丸に斜め線になっていますよね。これになるとこのパース線は、線を引くことができなくなります。なのでこの右側のパース線だけを引くことになります。両方とも引けれるような状態にしてますと、引けない場合がたまにあるんですよね。そういった時にはこのマークをちょんとやったりして、引けるようにしたり引けないようにしたりというふうにやると作業が効率的に進むんじゃないかなと思います。はい、この縦線ですね、この縦線もですね、引けなくすることができます。この、左右に矢印があるような感じのマークがありますよね。そこをポンとタッチします。すると先ほどのように、交通ルールの駐車禁止みたいな感じの斜め線が出ますよね。これで、もう線が引けなくなってます。はい、遠近法の描き方って本当難しいんですけど、でもね、ちょっとでもやり方さえ分かるようになったらね、描きやすくなりますんで、まずは先ほど紹介した
オブジェクト、あれだけでも覚えるとだいぶ楽になりますので、一度ね挑戦してみてください。